皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。にゃり。ということで今日は夏に旬のトウモロコシ、海苔を使って食材2つでお手軽簡単美味しいパリパリ海苔トウモロコシを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料はトウモロコシ1本、天ぷら粉大さじ3、水大さじ3、塩小さじ4分の1、板海苔1枚になります。細かい調味料や材料は動画の概要欄にも記載してあるので、そちら参考に作ってみてください。トウモロコシ1本のヒゲを取り、皮を剥きます。皮を剥いてヒゲを取ったら3等分ほどの長さに切ります。はい。では3等分ほどの長さに切ったら、断面を下にして平らな場所に置き立てたら、身を切り落とします。はい。では切り落としたら身をほぐして、1本分、だいたい140から 160g ほどトウモロコシの実を用意して使っていきます。この残ったトウモロコシの芯もかなり旨味があるので、もったいないなと思う場合は、ご飯炊く時に一緒に入れて炊いていただくと、全体に甘みや旨味が出て美味しく使うことができます。ちょっと今回ね、大きめのトウモロコシだったので、身も多かったらご飯とね、一緒に炊いていただくと美味しく食べられます。はい。では、トウモロコシの実を用意したら、天ぷら粉大さじ3、塩小さじ4分の1を入れ、全体に行き渡るまで混ぜます。全体に天ぷら粉が行き渡ったら、水大さじ3を入れ、混ぜ合わせます。天ぷら粉の種類によって多少粉っぽい場合は、水を調節して足してください。天ぷら粉、水を入れ混ぜ合わせたら、板海苔1枚を12等分の大きさに切ります。切り終えたら、平らな場所に並べ置き、上にトウモロコシを乗せます。では海苔の上にトウモロコシを乗せたら、フライパンに気持ち多めに油を入れて、中火で熱します。はい。ではフライパンと油が温まったら、形が崩れないように、海苔の下に菜箸を入れてこぼれ落ちないように食材を持ち上げ、そのまま海苔の面を下にして滑らせながらフライパンに並べていきます。はい。では並べていて加熱し、海苔がパリッと色づいてきたら返して半面も加熱していきます。今回できるだけ油跳ねしないように少ない油で調理してるんですけど、返すとき油跳ね注意しながら返してみてください。でもほぼほぼ放置で大丈夫なので、あんまり触りすぎると油跳ねの原因になるので、極力ね、触らずに両面加熱していきます。はい。では返して加熱して、半面も色づいてきたら取り出して油を切ります。はい。では取り出して油が切れたら完成なので、あとはお皿に盛り付けていきましょう。OK。はい。ではこんな感じで、旬のトウモロコシと海苔でお手軽簡単美味しいパリパリ海苔トウモロコシの完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回は夏に旬のトウモロコシと海苔を使ってお手軽簡単美味しく作れるパリパリ海苔トウモロコシを作ってみました。それでは本日はポロッとライチ&グレープフルーツで乾杯。
乾杯。ほろりーの。じゃあ早速いただきましょう。今回は夏に旬のトウモロコシと板海苔を使って食材2つ少ない油でお手軽簡単に作れるパリパリ海苔トウモロコシを作ってみました。じゃあ塩で味付けしてあるのでこのままいただきます。ちょっと薄く感じたらお塩つけて食べてみてください。じゃあいただきます。もろこし。めっちゃいい味。パリッと焼き上げた海苔の風味と食感に、たっぷりのトウモロコシのシャキッとした食感がとても美味しく食べられます。で、トウモロコシは実を落としたら、天ぷら粉を合わせることによって、うまくつなぎになり、紺や海苔がしっかりとくっつき、綺麗に仕上がります。で、トウモロコシのかき揚げのような感じではあるんですけど、海苔を使うことによってうまく土台になるので、紺がばらけず綺麗に仕上がり、海苔の下に菜箸を入れながら持ってフライパンに並べることで形が崩れずに綺麗に仕上がります。で、かつ海苔の面から加熱することによって、海苔がしっかりとパリッとした食感に仕上がりつつ、海苔と紺がくっついて綺麗に仕上がります。で、味付けは少量の塩でしっかりと味が決まり、この紺の甘さと塩気の甘じょっぱい感じがとても美味しく食べられます。で、かつここに海苔の風味が入るので、甘じょっぱい味わいプラス海苔の風味が美味しく、一口サイズで食べやすいので、おかずにもおつまみにもぴったりです。加熱する際は少なめの油で揚げ焼きするような感じでお手軽に作れて、触りすぎずに、返す時と焼き目を見る時くらい、ほぼほぼほったらかして作るのがポイントです。そうすることで形も崩れず、油跳ねの心配もなく作ることができます。で、結構時間が経つと海苔がね、しなっとしてくるので、できれば作りたてを食べていただくのをお勧めします。じゃあちょっと一緒に炊いたコーンご飯もいただきます。いや、そのままでも美味しいんですけど、ちょっと熱々のとこにバターとオリジナル調味料のお醤油をかけていただきます。で、トウモロコシの芯もかなり旨味があるので、ちょっともったいないなって思う場合は、出汁を取ったり、こうやってご飯と一緒に炊いても、トウモロコシの芯から旨味や甘みが出て、美味しく使うことができます。で、トウモロコシも大きさによって、ちょっとグラムが違ったりもするので、実を落としていただいたら、計量してもらって、ちょっと量が多かったりしたら、芯と一緒にご飯に炊き込むだけで、美味しく使い切ることができます。ほんと、トウモロコシの甘みとご飯、バターとね、お醤油めちゃくちゃ合いますね。ということで今日は旬のトウモロコシと海苔を使ってパリパリ海苔トウモロコシを作ってみた動画でした。たっぷりのトウモロコシの甘みや食感、パリッとした海苔の風味がとても美味しいレシピになってます。調理工程も少ない油でお手軽に作れますし、旬のトウモロコシをたっぷり美味しく食べられるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方は、グッドボタン、レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、もろこし。ご飯最強やわ。